皆さん、こんにちは。よしえです。今日も私の動画を見てくれてありがとうございます。元気ですか？はい。今日も長いポッドキャストを撮っていきたいと思います。前回は50分間の動画でした。もう見てくれましたか？ランダムなトピックで話したいことを好きなだけ話すという動画でした。今回も同じ感じでいろいろなトピックについて好きなだけ話すという動画です。ぜひリラックスしながら、作業をしながらとかね、寝る前にとか聞いてもらえると嬉しいです。はい。実際の会話でトピックがどんどん変わっていくことってよくありますよね。うん。一つのトピックだけで会話が終わることってなかなかないと思います。例えば天気の話をしていたのに、いきなり旅行の話に変わったり、食べ物の話に変わったり、こういうことってよくありますよね。うん。で、やっぱりね、自分のネイティブ言語じゃない言葉で、そういうトピックがどんどん変わる会話についていくのって大変だと思います。私もスペイン語や英語をね、勉強しているので、そういう時、本当に大変だなって、難しいなって思います。ぜひ今日の動画で、このトピックがどんどん変わっていくのについていく練習をしてもらえれば嬉しいなと思います。はい。そして、皆さん、もしかしたら気づくかもしれないんですけど、私は日本語のネイティブスピーカーだけど、文法の間違いをよくします。うん。これは多分、どんな日本人でもすると思うんですけど、特にこうやってカメラの前で話していると、あれ今私何の話してたんだっけとか、今ちょっと文法的にミスしたよなとか、そういうことに気づくんですけど、はい、気づきます。でも、もう気にせずに話していくので、ぜひ皆さんも、ネイティブもミスするんだなと思って優しく聞いてくれれば嬉しいです。はい。うん。で、実はね、今、外で雨が降っています。そんなに強くはないんですけど、ちょっと心配していることがあります。もっと雨が強くなったり、雷が鳴ると多分停電します。電気が消えてしまいます。はい。もうこのパラグアイという国では、雷が鳴り出すと70%から80%くらいの確率で電気が消えます。はい。なのでね、結構今、ハラハラ、ドキドキしながら動画を撮っています。もし途中で電気が消えてしまったら、この動画がね、使えなくなってしまうので、お願い、消えないで、と思いながら撮影をしています。はい。気にせず行きます。はい。皆さん、5月もう少しで終わりますね。どうでしたか ?5 月は。今動画を撮っているのは5月の22日でした。はい。で、5月の22日なので、あと1週間くらいで5月が終わりますね。6月になったら、もうなんか1年の半分くらい過ぎたっていうことですよね。早い。早くないですか ?1 年。びっくりですね。5月はどんな5月でしたか？日本ではゴールデンウィークがありましたね。ゴールデンウィークというのは4月の最後の方から5月の最初の方にかけて祝日か。祝日が集中している時期ですね。はい。緑の日とか、昭和の日とか、子供の日とか、いろいろ祝日があります。で、会社によっては、その祝日に
プラスして有給を取ったりしてもいいよって言って、まとめて取る社員がたくさんいますね。そうなると、長い人で今年は11連休かな？多分11連休とか10連休くらい取った人がたくさんいると思います。ね、11連休ってすごいですよね。うん。多分日本で10連休とか11連休を取れるタイミングってもう5月のそのゴールデンウィークか年末くらいしかないと思います。年末もね、10はないな。9連休とかくらいが多いんじゃないかなと思いますね。だから、本当今年はみんな、わー、嬉しいって言って旅行に行ったり、今万博がやっているので、大阪のそのエキスポですね。国際エキスポに行ったりした人もいるみたいですね。ねえ、すごくいいですよね。私は今パラグアイにいるので、ゴールデンウィークはなかったんですが、いろいろ友達からゴールデンウィークはここに行ったよ、あそこに行ったよ、みたいな感じで教えてもらいました。いいですね。皆さんの国ではゴールデンウィークはないと思うんですけど、5月は連休がありましたか？たくさんの国できっと過ごしやすい気候の時期なんじゃないかなと思います。日本もね、今、暑い日はすごく暑いけど、結構過ごしやすい、月ですね。はい。皆さんは、なんか最近の日本の観光事情について聞いたり見たりしていますか？なんか、京都が大変らしいですね。いろいろなニュースで私は京都がオーバーツーリズムで大変だっていうことを聞きます。京都行ったことがありますか？とっても素敵な場所ですよね。もう大好きで、なんかこう、建物とかも伝統的な歴史的な建物がたくさんあるし、文化的にもとっても素敵で、ね、日本を感じたかったら行ったらいい場所だと思います。でも今本当に観光客が多くて、通りを人が埋め尽くしている写真をよく見ます。特に京都市の中心地市場とか嵐山とか、そういう有名な場所は本当にね、なんかバスとかも乗れないし、ホテルとかもいっぱいだし、大変らしいです。やっぱりね、日本人も京都が大好きなんですけど、なんか最近の海外の人の、こう、なんていうか、パッション、京都にかけるパッションは本当にすごいなと思います。歩いている場所によっては90%以上海外の人だったりするみたいですね。東京の浅草とか渋谷もほとんど海外の人が、人で埋め尽くされていると聞きます。はい。もう最近ね、あんまりそういう人が多い観光地に行っていないので、私はニュースで見たりするだけなんですけど、実際行った方いますか？ぜひコメントで教えてください。どんな感じだったか。ねえ。私が大学時代は関西に住んでいたので、京都もよく行っていました。でもそれはもう十何年も前の話で、その時は京都は、まあ、人気の場所ではあったし、人もすごく多かったけど、今ほど海外の人が多い感じではなかったんですよね。レストランとかも、美味しいお店でも並ばずに入れたし、何かアクティビティをしたいと思っても、別にね、断られることもなかったんですよね。
でも最近はやっぱりやりたいアクティビティとか行きたいレストランがあったら予約しといた方がいいですね。日本は本当に予約文化なので、いろいろなところで予約がないと入れないって言われたりします。気をつけてくださいね。でね、今日は、オーバーツーリズムで大変だという話ではなくて、皆さんに京都とか東京、大阪以外の素敵な観光できる場所を皆さんにお勧めしたいという話をします。はい。やっぱり、私がもし外国人だったら、絶対京都と大阪と東京は行きたいと思うんですよ。当然ですよね。やっぱり日本に来たんだから、ジャパンに来たんだから、行かなきゃっていう気持ちはとってもよくわかります。でもやっぱり、人が多すぎて、思っていた観光ができなかった、なんか日本微妙だったなってなるのは悲しいんですよね。せっかく皆さんに日本に来てもらうんだったら、日本良かったな、行きたい場所にも行けたし、やりたかったことも全部できたって思って帰ってほしい。ですよ。はい。それがね、私の思い。なので、今日はね、素敵な場所をいろいろ私の思い出も含めて話をしたいなと思います。実はね、私は結構いろんな県に住んだことがあります。もう10回くらい人生で引っ越しをしていて、はい。なので、まずね、自分が住んだ県についていくつかおすすめポイントがあります。まず一番長く住んだのが高知県。高知県って知っていますか？あんまり有名ではないと思いますね。四国っていう、四国地方ですね。4つの県が合わさっているエリアがあって、その中の一番南の県です。はい。もうほとんどが自然っていう感じの県で、自然がたくさんあって食べ物が美味しい県です。田舎なので多分一番最初に日本に来て高知県をチョイスする人はいないと思うんですけど、2回目来て田舎もちょっと見てみたいなみたいな人に選ばれる地域かなと思います。で、高知県ね、私も17年くらい住んで、いろいろおすすめしたい場所があるんですけど、特に川がすごく綺麗です。日本で一番綺麗な川があります。はい。でね、いくつか素敵な川があるんですけど、有名な川といえば、四万十川。はい。四万十川っていう川の写真を出しておきますね。ここは、川下りをしたり、カヌーでね、川を下ったり、あとは橋の上から飛び込んだり、川と自然と遊ぶみたいな感じのアクティビティがすごく人気です。はい。キャンプをしたりする人も多いですね。私もね、子供の頃、一度だけ四万十川にキャンプをしに行ったことがあって、川から飛び込んだりはしなかったと思うんですけど、川の近くにテントを張って寝た記憶がありますね。とっても楽しかったと思います。はい。あとは、もうちょっと、自然以外の部分でおすすめするとしたら、カツオというお魚がとっても有名です。そのカツオっていうね、大きい魚を藁で焼いて、藁の匂いをつけたカツオのたたきという料理があります。で、周りは火が入ってるんですよ。
ちょっとだけこう火が通っていて、で、中はレアなんですよ。で、そのポン酢っていうちょっと酸っぱいお醤油みたいなのにつけて食べたりするんですけど、とっても美味しいです。藁の香りがして、香ばしいです。香ばしいって難しいですね。こうスモークしたような香りがしてとっても美味しいです。このカツオのたたきを食べたくて高知県に行く人もとっても多いですね。はい。あとね、私はあんまりっていうか、全然やったことがないんですけど、サーフィンも有名らしいですね。サーフィン。結構日本の有名人とかも高知県の波を求めてサーフィンに来る人がいるみたいです。はい。ぜひ、マリンアクティビティとかね、リバーアクティビティをしたい人は高知県に行くといいと思いますよ。はい。で、次他に住んだ場所は結構関西が長くて、で、神戸が4年間ぐらい住みました。でも神戸はね、本当にいいです。結構周りにこう京都があったり、大阪があったりして、神戸をスキップしてしまう人ね、結構いると思うんですけど、ぜひ行ってほしい。ぜひ行ってほしいですね。何が素敵かっていうと、なんか私の思い出があるから素敵に思えてるのかもしれないんですけど、でもね、やっぱ街としてすごく美しいんですよね。一番神戸で有名な場所としては、ハーバーランド。はい。ハーバーランドという場所に行ってみてください。だいたいガイドブックにその写真が使われていて、海があって、船がいっぱい止まっていて、で、ポートタワーっていう赤いタワーがあって、でっかい観覧車があって、っていうね、なんか写真がよく使われています。で、なんか、ほんと海沿いのすごく綺麗な公園っていう感じで、そこにショッピングモールがあったり、子供たちが遊べる場所があったり、する感じなんですよね。で、観光客の方にもおすすめできるんですけど、結構地元の、神戸の住人たちにも癒しの場所ですね。よく犬を連れて散歩している人とか、ベンチで本を読んでいる人とか、ちょっとみんなで集まってヨガをしている人だったり、なんかいろんなことにね、使われる公園です。はい。私はこの場所がすごく好きで、なんか思い出がね、本当にたくさんあるんですよね。そうそう。あと、8月になると、そのハーバーランドで花火大会が行われます。花火大会。日本では8月になると、全国各地で花火大会が行われるんですけど、この神戸の港花火大会はすごくおすすめです。多分大阪の花火大会よりは花火が見やすいんじゃないかなと思います。花火が海の真ん中から上がって、で、その花火が上がるところを囲むようにして陸地があるんですよね。で、その陸地にみんな座って花火を見ます。だから、もうその座っているところから花火までの間に建物がないんですよね。だから空いっぱいに花火が広がる様子を見ることができます。目の前にね、花火がどんどん上がっていくっていう感じで、すごくいいですね。はい。もちろん、すごく人が多いので、早めに行って場所を取って
待たないといけないんですけど、それでも本当に行く価値があると思います。はい。その時期にね、関西にいる人は、ぜひ、港花火大会の時期をね、調べてみてみてほしいです。はい。で、花火を見て、終わったら、一気にね、みんな、電車の駅の方に移動するので、そこでもう暑いし、もう人は多いし、電車には乗れないしっていう感じで、もうめちゃくちゃ大変なんですけど、それもね、いい思い出ですね。隣の駅まで歩いたりとか、なかなか、暑い、大変な思い出ですが、それでも見る価値がある花火大会だと思います。はい。で、ハーバーランド以外にも、神戸は結構見るところが多くて、異人館という有名な観光地があります。神戸は歴史的に比較的早く海外の文化が入ってきた場所なんですよね。というのもやっぱ港があるので、その港にいろんなオランダの船とか、ね、そういうヨーロッパからアジアから船が来てたんですよね。それと一緒に人や文化が入ってきた土地なんですよ。で、なので、異人館にはヨーロッパ風の建築がたくさんあって、ここは日本なのに日本じゃないみたいな経験をすることができます。はい。でね、そこにはスタバがあるんですけど、スタバもね、なんか異人館の雰囲気に合わせて、普通のスタバとちょっと違うデザインになっています。ぜひそのスタバもとっても綺麗で、確か重要文化財かな、なんかそういうものに認定されていたと思います。登録されていたと思います。はい。あとは、中華街。中華街が有名ですね。日本には三大中華街があって、一つは神戸、一つは横浜、もう一つ長崎にあります。はい。中華街、ね、いろいろ食べ歩きもできるし、すごく楽しいですね。はい。なんか話し出したらね、神戸は本当に思い出がたくさんあって、ぜひ、もし神戸に行きたいっていう人がいて、おすすめしてほしいみたいなのがあったら DM ください。神戸について話し出したら多分1時間2時間話せちゃうと思います。はい。他にも私がいろいろ住んだエリアはあるんですけど、例えば、岡山とか、大阪、あと岐阜県とか、静岡とかもちょっと住んだことがありますね。はい。でも今日はちょっと他にもいろいろね、おすすめしたい場所があって、次は長野県。皆さん長野県は聞いたことがありますか？実は最近、長野がすごく海外の観光客の人に人気らしいです。最近じゃないのかな？なんか結構前から白馬っていうスキー場についての話をよく聞くようになりました。日本にはいくつもね、スキー場があるんですけど、その中でも白馬とニセコ、北海道のニセコは海外の人にすごく人気みたいですね。雪質がいいとか、いろいろ多分受け入れる体制ができてるんでしょうね。そう。で、そのスキー以外にも長野はすごく魅力があって、自然が豊かで、上高地っていう場所もすごく人気です。写真出しとくんですけど、なんかね、歩いてお散歩するにもとってもいい場所だし、あとは軽井沢も
避暑地って言うんですけど、暑い時に逃げる場所みたいな感じの意味です。暑い時に、より涼しさを求めて、みんな、過ごしに行く場所なんですけど、はい、軽井沢もとっても素敵な場所ですね。皆さんなんかお蕎麦を食べたり、ちょっと別荘、自分のなんていうか、二つ目の家を持っている人がいたりして、そこの場所に夏の間だけ住みに行くみたいな風に日本人は使ったりしています。ですね。で、最近私が長野で海外の人に人気の場所として聞いたのは、わさび農園があるらしいです。わさび農園。ね、なんか私チャンネル名がわさびだから、すごく嬉しかったんですけど、なんかね、すっごい広いわさびの、わさびを育ててる畑があって、で、それの近くでわさびのソフトクリームとか、わさびのなんか定食、わさびとお刺身とかね、なんかいろんな料理があるらしくて、そういう、なんかわさびを育てている場所を見れる、プラスわさびを味わえる場所として、とても人気らしいです。はい、気になる。いつか行ってみたいなと思っています。はい、もうほんとね、長野はとってもいいですね。なんか、長野がこれまで注目度合いがね、多分日本人の中では少なかったと思うんだけど、なんか最近本当に長野の話をよく聞くから、爆発的に人気になってるんじゃないかなと思いますね。はい。で、次は、四国。やっぱり私は四国の出身なので、四国をおすすめしたいですね。特にすごく良かったのが、祖谷渓谷。祖谷渓谷という場所があります。これは徳島だったと思います。徳島なんですけど、渓谷というのは山と山の間に流れている川のことです。はい。そういう場所のことを渓谷と呼びます。ね、夏に日本ってすっごく暑くなるんですけど、この祖谷渓谷は多分マイナス何度かな、マイナス3度とか4度とかぐらいになるくらい涼しいです。で、その祖谷渓谷の近くには素敵な旅館があったり、川でちょっと足をつけて遊んだりできる場所があります。あとは滝がありますね。滝もあるし、吊り橋って言って、普通の橋、硬い橋じゃなくて、なんかロープみたいなのでぶら下げられている簡単な橋があるんですよ。で、ちょっとね、なんか、渡るとぐら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 揺れて、落ちるんじゃないみたいな。落ちそう、落ちそう、落ちそう、でも落ちないみたいな面白い橋があります。そういうところで、夏を過ごすと涼しくて、とってもいいですね。はい。祖谷渓谷はとってもおすすめですね。はい。あとは、九州もね、すごくいいんですよね。実はね、本当に日本って、この県によって持っている文化とか、食文化とか、観光地の魅力とかがたくさんあるし、それぞれ違うので、なんか一つの県をおすすめするってとっても難しいんですよね。でも、頑張っておすすめし続けようと思います。次は、九州の熊本。
熊本。はい。熊本は何が有名かというと、阿蘇山という山があります。阿蘇山は、火山なんですけど、未だに結構噴火したりしているアクティブな火山です。で、それで阿蘇山の近くに行くと、たまに阿蘇山から煙が出ているところとかを見ることができますね。あと有名なのが、馬刺し。食べ物が本当に美味しい県なんですよね。馬刺しというのは馬ですね。馬のお刺身。生肉です。ねえ、馬食べるの信じられないっていう人もいますよね。わかります。私も最初は馬食べるのって思ったんですけど、すっごい美味しいんですよね。馬刺し。食べた人はわかると思うんですけど、すごくあっさりしていて、で、栄養もあるし、美味しいんですよね。で、馬の焼肉とかもあります。ね、馬にごめんって思いながら、美味しく大切にいただきました。はい。で、熊本は、ラーメンとかもね、有名ですね。熊本ラーメン。熊本のラーメンは、確かね、黒いんですよね。熊本ラーメン、多分、熊本ラーメンは、焦がしたニンニクとかが浮かんでるんですよね。で、それで、黒く見えるんですけど、基本は豚骨ベースで、やっぱりね、九州なので、ラーメンが本当に美味しいですね。で、私、熊本ですごく覚えている思い出があって、阿蘇のミルク牧場っていうところに行ったんですよ。阿蘇山を登っていく途中にある牧場があって、そこは観光のための牧場なんですね。そうそう。いろんな牧場があるんですけど、そういう観光客を受け入れてくれる牧場と、その観光客を受け入れない、牧場もありますよね。そう。で、私が行ったのは、もう本当に観光客がたくさんいる牧場で、そこではソフトクリームを食べれたり、ソーセージを自分たちで作れたりしました。このお肉をソーセージの皮に詰めて、で、それで持ち帰らせてくれる体験とかがありました。あとは動物と触れ合えて、いろんな動物に餌をあげたり、触ったりすることができました。でね、私はその牧場ですごく楽しんでいて、いろんな動物に餌をあげてたんですね。そしたら、いきなり、後ろから、よしえよしえって言われて、名前呼ばれたと思って振り返ったんですよね。そしたら、後ろにミニ豚がいて、小さい豚。そのミニ豚の名前が、ヨシエだったんですよ。そうで、豚と同じ名前と思って、結構ね、笑っちゃったんですけど、そう、でも、実はその、ヨシエさん、ヨシエ豚のヨシエは、すごい人気者だったらしくて、あの、豚のじゃない、その牧場の人気投票みたいなのがあって、一番人気の動物は誰だみたいな投票があって、みんなボーティングしていって、で、1位を決めるっていうのがあったんですけど、なんと、豚のよしえさんは1位を取ったらしいんですよ。ねえ、嬉しい。嬉しかったですね。はい。ね、私はその、よしえさんについてほとんど忘れてたんですけど、今回、このポッドキャストを撮ろうと思って、久しぶりによしえさんについて
ネットで調べてみたら、2015年にその人気投票で1位になったよっていう記事を見て、とっても嬉しくなりました。でも、もう10年前の話なんでね、多分もう今、その牧場に、よしえさんはいないかもしれないですね。もう一回会いたかったですけど、残念。はい。じゃあまあそんな感じで、熊本。はい、熊本すっごくおすすめです。車があった方がいいかな。うん。いろんな観光地を移動するのに、やっぱりね、結構田舎になればなるほど車があった方が便利ですね。うん。そう、温泉も黒川温泉というすごく素敵な温泉があって、そこもいいので、ぜひ車をレンタルしていろんな場所を回ってほしいなと思いますね。はい。で、結構長い時間日本の県について話をしていますが、最後ね、沖縄を紹介したいなと思います。沖縄はみんな、有名なので知っているかなと思うんですが、実はね、この次の7月に沖縄に新しいテーマパークができるらしいです。はい。その名もジャングリアというそうです。はい。で、このね、ジャングリアは私はね、すごく注目している施設なんですよ。日本にはテーマパークっていくつかあって、特に有名なのが、ディズニーランド、ディズニーシー、そして、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが有名ですよね。で、このユニバーサル・スタジオ・ジャパンを、復活させた人が、次のジャングリアを、ジャングリアの、開発に、日本語がすごく難しくなる。なんていうの？ジャングリアを作っているメンバーの一人なんですよね。そう。ユニバーサル・スタジオは昔からあるんですけど、一回ね、もうすごく人気がなくなってしまった時期があって、ちょっと売り上げがすごく落ちた時期があったんですけど、その一人の男の人が経営に関わったことで V 字回復。もう一回人気になって、今はすごく人気ですね。なので、その人が、ジャングリアっていう新しいテーマパークを作っているので、私はとてもね、興味があります。どんな感じになっていくのかなって思っています。で、このジャングリアってどういう施設かっていうと、ジャングルなんですよ。沖縄のジャングルがテーマで、その中で、恐竜に追いかけられるアクティビティがあったり、あと、森の中を、なんて言うんだっけ？ロープ、なんて言うんだっけ？ハングライダーじゃない。なんかロープみたいなので、ピューって降りていくみたいな。もうすごい難しい。写真出しときますね。これなんて言うんだっけ？とにかくピューって降りていくみたいな。なんか自然を、満喫できる。うん。沖縄の自然の中でやれるアクティビティがたくさんあるらしいです。はい。でね、スパとかもあったりして、いろんな、楽しめる施設が一緒になっているようで、沖縄の那覇からは少し離れた場所にあるみたいです。なので、まず、那覇に来て、那覇のその周りの楽しい場所を満喫した後、そのジャングリアの方に行って、ジャングリアも楽しんで帰ってねっていう感じで売り出していますね。
ね、楽しそうですよね。で、このジャングリアがすごく戦略的に期待していること、戦略的にっていうのはストラテジーですね。ストラテジーとしては、アジアの人のアジアの観光客を取り込みたい。アジアの観光客の人にたくさん来てほしい。ということらしいです。沖縄ってやっぱりすごく、日本の中心からは離れていますよね。その代わり、アジアの国からはとっても近くなりますよね。飛行機で4時間の距離に何人だったかな？すごい人数住んでるんですよね。20億人か。そう。飛行機で4時間の距離の中に20億人の人がいるらしいです。だから、これからたくさんの人が沖縄に来てくれるだろうという考えで、このジャングリアは作られました。ね、すごく楽しみ。私も行きたいし、ぜひ沖縄に行く予定がある人は、7月以降だったら、きっとね、予約ができると思うので、ぜひぜひ見てみてください。はい。ねえ、皆さんは旅行は好きですか？多分旅行好きな人多いと思うんですよね。やっぱ日本語を勉強している皆さんなので、いつか日本に来たいって思っている人が多いですよね。はい。最近でも、その SNS がすごく発達してから、逆になんか旅行の目的地を探すの難しくなりませんか？私は一時期行きたい場所とかをインスタとかで探していたんですよね。なんか、例えばランチの場所とかを探すとしても、渋谷ランチ、ハッシュタグみたいな感じで調べたり、例えば観光とかでも、なんか例えば東京観光みたいな感じで、キーワードをハッシュタグで入れて探したりしていたんですけど、そうすると、なんか本当に素敵な写真がいっぱい出てきて、写真で、この場所はこんな素敵な場所なんだとか、食べ物もこんな美味しそうなんだっていうイメージが先についちゃって、実際にその場所に行った時に、がっかりすることが結構多くなったんですよね。そういうことってありませんか？インスタグラムに上げられている写真って、みんなキラキラ、キラキラ、キラキラしていますよね。そう、だから実際の目で見る景色よりも加工がされていて、なんか違うものなんですよね。あれなんか違うな、思ったより良くないなってなるのが残念で、最近はね、もうインスタを使うのをやめました。旅行をするために、旅行の目的地を決めるためにインスタを使うのをやめましたね。そう。なんか、パソコンとかで目的地を調べるときとか、どういうふうにこの場所を観光しようかっていうのを決めるときも、できるだけ写真を見ないようにしています。やっぱ写真を見てしまうと、その写真の景色を確認するなんか作業になってしまう気がして、これこんな感じだった。そうそう、みたいな。こんな写真見たなっていうのをこう繰り返すだけになってしまったら、ちょっと悲しいので、本当に最小限のこ写真で私は行き先を決めるようにしていますね。なんか、そう、それがやっぱり
SNS が出てきて、すごく難しいなって思っているところですね。私がね、学生時代に、学生時代の最後の方に、ペルーのマチュピチュに行ったんですよね。で、マチュピチュに行った時って、携帯は持ってたし、スマホも持ってたんですけど、今ほどインスタグラムとかも発達していなくて、ほとんどマチュピチュの写真を見ずに行ったんですよ。一応ガイドブックで、正面から見たマチュピチュっていうのは知ってたんですけど、他のね、写真は見てなかったんですよね。そしたら、やっぱり実際に目で見るマチュピチュはとっても良かったですね。なんか写真じゃわからない良さがあって、やっぱ立体的に奥のものが見えて、手前のものが見えて、なんか遺跡が浮き出てくるように見えたんですよ。すごくわーって圧倒されて、なんかしばらく動けないくらい感動しましたね。いろいろ今まで言ったけど、やっぱマチュピチュはね、一二を争うくらい迫力があった。とっても良かったですね。はい。ね、皆さんはどこに行った時に一番感動しましたか？今ね、私はパラグアイに住んでいて、すごく有名な観光地といえば、イグアスの滝があります。イグアスの滝は、ブラジルと、アルゼンチンの国境にある滝です。で、イグアスの滝もね、本当に良かったですね。やっぱ滝ってね、写真だけじゃわからない良さがありますよね。イグアスの滝は世界三大滝の一つで、規模がすごく大きいんですよね。で、実際に行った時に、私はまずブラジル側から行ったんですよ。で、ブラジル側の、イグアスの滝は、本当に、滝のすぐ近くまで行くことができて、もう水しぶきがどんどんかかってくるような感じなんですよね。もう服を脱いでバシャバシャかかってる人もいるぐらい水がかかってきます。で、すっごく細い通路みたいなのがあって、その通路の先まで行くと、もう前が見えないくらいバシャバシャ水がかかってきて、もう服とかもびしゃびしゃになるような感じです。ね、そこに行ったのが本当に楽しくて、イグアスの滝もね、すごくおすすめですね。私はやらなかったんですけど、その滝の中でカヌーを漕ぐとか、ボートに乗るアクティビティもあるみたいですね。はい、滝すごく良かったですね。三大滝の他は、ナイアガラの滝とビクトリアの滝か。ね、三つ滝がありますよね。で、ナイアガラの滝はカナダとアメリカの国境。で、ビクトリアの滝はジンバブエとザンビア、の間にあるらしいです。そう。やっぱ結構滝で国境をね、国を分けてるところが多いんですね。私はね、ナイアガラの滝もビクトリアの滝も行ったことがないんですけど、皆さんはどうですか？ね、ナイアガラはいつか行けるかもしれないけど、ちょっとビクトリアの滝は遠いですね。行くの難しいかな。はい。で、さっきね、SNS の話をしたんですけど、最近ね、私、最近っていうか、ここ、何ヶ月前かな。
3ヶ月、4ヶ月くらい前に、ツイッター、旧ツイッター、X を消したんですよ。皆さん、X は使っていますか？なんか私ね、すごく X をよく使っていたんですけど、なんかすごく時間がもったいないなって思うようになって、で、消しました。やっぱ SNS ってすごく自分の時間を取られますよね。で、ツイッターも好きな人は、まあ、いいと思うし、自分の仕事とかレジャーとして積極的に使っている人はいいと思うんですけど、私の場合は、なんか暇な時につい見ちゃうみたいな、自分は別に見たいと思っていないんだけど、気づいたらツイッターを開けてるみたいなことがよくあって、それでちょっと問題だなと思い出しましたね。で、一回ツイッターを開けてしまうと、なんか気づいたら20分とか30分とか経っていて、なんか怖くなったんですよね。私は、この、なんか人生であと何分、何時間、何日、ツイッターに使うんだろうみたいな思って、しかも、なんか、知らない人の投稿がどんどん流れてくるじゃないですか。私の自分の見ているアルゴリズムで勝手にどんどんいろんな人の、なんか話が流れてきていて、別に、見たいと思って選んでそれを見ているわけじゃないのに、それを見てしまっているなと思って、これって別に私の生活からなくなっても問題ないかなと思って、一回消してみようと思って消しました。そしたらね、全然変わらないですね、日常が。びっくりするくらい変わらない。なんか最近もまだ3日に1回くらい、なんかツイッターを自分の携帯上で探してしまっている自分に気づくんですけど、無意識にね。でももうこれもあと、ね、ちょっとしたら、ツイッターの存在をもう完全に忘れられるなと思っています。皆さんは自分の SNS との付き合い方は、なんかいいアイディアはありますか？結構たくさんの人が、そういう時間を無駄に使っているのではないかっていうことで悩んでいますよね。最近私が、YouTube でね、どうやったらスマホでダラダラ見てしまう時間を減らせるかっていうのを、調べてたんですよね。で、YouTube で一つすごくいいアイディアを見つけました。それが、画面を白黒にするです。白黒にする。で、多分 iPhone の人も Android の人もすごく簡単にできる動作だと思います。設定から、なんか、画面をグレースケールにするみたいなのを選ぶと、すべてね、カラーがなくなるんですよね。そうすると、驚くほど動画とか、写真とかが魅力をなくすんですよ。魅力がなくなる。だから動画とかもやっぱり私が見ている動画って海外の景色とか Vlog とかだったりするんですけど、なんか白黒で見ても面白くないんですよね。だから、もう見なくていいかなみたいになるし、まず携帯を無意識で開くことがなくなるんですよね。開いた瞬間に、また私、携帯開いちゃったって気づける。気づけるので、もう見るのやめとこってできるんですよね。それがいいなと思います。
ね。やっぱり私はこの YouTube のこととかでも、自分の子供の学校のこととか、日常でそのメッセージとかをやり取りすることがすごく多くて、携帯のその電源を切って置いとくとかいうのができないんですよね。だからこれからも、どうやって自分のスマホとうまく付き合っていくかを考え続けないといけないなとは思っています。ぜひ皆さんのなんかアイディアがあれば教えてほしいですね。では、結構話しましたね。気づいたらもう55分話しています。今日はなんか1時間いけそうですね。水を飲もう。実は、私ね、今スマホの三脚、スマホっていうかカメラの三脚がなくて、三脚っていうのはスタンドですね。スタンドがなくて、今、家にあるトランポリンの上に椅子を乗せて、椅子の上にカメラを置いてるんですよね。そう。だからね、たまに揺れるんですよ。足が当たっちゃったりとかすると、トランポリンが揺れて、カメラがね、こんなになってシェイキングしてるんですけど、すいません。はい。じゃあ、ちょっと最近の日本の話で終わりたいと思います。はい。最近は日本で何が話題かというと、万博ですね。万博って知ってますか？はい。ねえ、なんていうのかな、あれは、インターナショナルエキスポとか言うんですかね。エキスポです。はい。万国博覧会と言いますが、それが今年ね、日本で行われています。大阪で行われています。で、あれ、3月から10月までかなの会期で行われていて、たくさんの日本人が万博に行っているみたいです。海外の人もね、結構行っているみたいで、すごくいいよっていう人もいれば、なんかこう、マネジメント、オペレーションが悪かったって言って、すごくこう、悪く言う人もいるんですが、私はね、行きたいなーってすごく思うんですよね。今、パラグアイに住んでいて、ちょっと10月行けるかなーって思って、わからないんですけど、行きたいですね。というのも、万博って、開催されたことがない国の人もたくさんいると思うので、軽く説明すると、世界の最新の技術とか文化とかを紹介する、エキスポなんですよ。で、いろんな国が参加していて、フランスとかアメリカとかイギリスとか、もうほんといっぱいの国がブースを出しています。で、日本もブースを出しているんですけど、例えばどういうものがあるかっていうと、なんか、人間洗濯機。人間を入れて、で、髪とか体とかを全部洗ってくれる洗濯機があるらしいです。うん。とか、これはね、いつか、日本ってお年寄りが多いので、介護の現場とかで使うことが期待されているみたいです。うん。とか、あとiPS 細胞っていう細胞があって、その細胞で、心臓を作るみたいなプロジェクトがあって、でその iPS 細胞で心臓を人工的に作ったものを見ることができたり、とにかくなんかいろんな新しい技術がそこで見ることができるらしいです。あと火星の石とかね、いろいろあるようです。あとは、いろんな国がブースを出しているので、食べ物もとっても魅力的らしくて、
例えばドイツのソーセージとか、イタリアのピザとか、ね、行ったことがない国の料理を食べることができるのもとってもいいですよね。はい。なんか大阪の夢島っていう場所でやっているらしいです。実は、この万博は日本で行われる、大阪で行われるのは2回目なんですね。で、1回目は大阪の別の場所でやったんですよ。で、それは今、万博記念公園っていう名前で、そのエリアは残っているので、結構海外の人、日本人でも、そっちを間違えて選んで行ってしまう人がいるらしいんですよね。電車とかで。うん。で、行ったら万博がやってなくて、なんでってなってしまう人が多いようです。なので、もし行く人は、夢島に行ってください。夢島。はい。はいね。こんな感じで、最近日本では万博の話がよく聞かれます。うん。じゃあ、1時間経ちましたね。わー、やった。じゃあ、今日はこんな感じで終わりたいと思います。主にね、今日は旅行の話、おすすめ、ね、私が住んでいた場所とかについて話をしました。ぜひ皆さんのコメントを待っています。何でもいいのでコメントしてもらえると励みになるのでよろしくお願いします。インスタグラムのフォローもよろしくお願いします。で、あとはペイトリオン、はい、メンバーシップも相変わらず行っています。新しいメンバーを募集しています。ぜひペイトリオンも見てみてください。なんか最後になって何言ったらいいかわからなくなったんですけど、はい、じゃあこんな感じで終わろうと思います。長い間見てくれてありがとうございました。じゃあねー。